そうですね。子供の頃からものづくりが好きで、エンジニアになりたいと思って、そういう道に進もうとしてたんですけど、同時になんか音楽のことも好きになっちゃって、そんでなんか音を、音楽を創造する道具としての楽器、そういうものを作りたいという思いが芽生えて、ギター制作を志しました。ものづくりはずっと子供の頃から好きで、それで大学も工学部とかエンジニアになろうと思ってそういう方に道に進んだんですけど、その時に同時に大学で音楽始めたりしたのがきっかけで、そういう道に。はい、日本では杉田健二さんの下で8年ぐらい修行をして、でその後渡米してアービン・ソモミさんというところで、2年ほど、計10年ぐらい修行しました。そうですね、帰ってきて、2014年に自分の工房を立ち上げたという形です。計60本ぐらいですかね。この11年ぐらいやってきたんで、年間本数5、6本という、少ない数なんですけど、すごく丁寧に時間かけて作ってます。今後はもっと増やしていけたらいいなと思っていて、一つはやっぱりより多くのプレイヤーに自分のギターを届けたいという思いがあるので、できればもうちょっと頑張って増やしたいなという思いはあります。一般的に王道と呼ばれるヨーロピアンスプルース、トップがヨーロピアンスプルースで、サイドバックがローズウッド系ハカランダとか、それに類するローズウッド系という組み合わせはやっぱ王道だと思っていて好きなんですけれども、最近ではでもマホガニーとか、メイプルとかウォルナットとかちょっとローズウッドよりは柔らかい木材も面白いなと思って使うようにしてます。もちろんお客さんの要望によってこういう音が欲しいということに関しては設計の段階ですごく考えるんですけども、その材によって設計を変えるっていうことは基本しなくって、材料の持つ特性みたいなところも出していきたいなという思いがあります。はい。やっぱり楽器ということなんで、その工芸品とかみたいな装飾とかそういう外観よりは音とプレイアビリティ、この音楽を創造する上での道具というところを一番こだわっています。デザインに関しては無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインというのを心がけています。それは一つには僕は渡米したという話しましたけど、アメリカに行った時に初めてその自分が日本人なんだというアイデンティティじゃないですけどそういう意識があって、日本的な何かを表現したいと思った時にやっぱわびさびとか日本的なその美意識みたいなところをギターに表現したいなと思って今のシンプルな形に落ち着きました。単に音が大きいとかいうことではなくて、密度のある音みたいなものを目指していて、やっぱり中低域にふくよかさとかそういう厚みがありつつも高音域の、芯とかきらびやかさというものを同時に成立するような音をイメージして作っています。コロナ禍にバンドを始めて、そんで昨年の夏ぐらいまで活動してた間は結構バンドものとか、そういうロックのバンドものとか聞いてたんですけど、最近またアコースティックのアメリカンルーツ系みたいな音楽にちょっと回帰してて、今そっちにハマっています。
新鮮でいいですね。新鮮でいい。はい、先ほどちょっと楽器の作る本数増やしたいという話をしたんですけど、より多くのプレイヤーにその自分のギターを届けられるようにもう少し、頑張って制作して本数を増やしていきたいという思いが一つあります。あとは、その自分の、個人工房としての制作を深めていくのと同時に、ちょっとコロナ禍ぐらいから5年ぐらい取り組んでいるそのスターサウンドという中国のブランドの監修みたいなところをやっているので、そのさっきの増やしたい、より届けたいというところまで共通で同じという点です。